どうも、社長のネギオです。はい、今日はですね、ついにやってきました。Google アナリティクス完全解説ということでですね、アナリティクスに関してですね、扱いたいと思います。で、この Google アナリティクスはですね、ウェブマーケティングの世界ではもう避けては通れない、なくてはならないツールなんですけれども、非常にですね、高度なツールなので、正直難しいと思うんですね。で、私もですね、このテーマで動画を撮ろう思っていたんですが、専門家の方も非常に多くいる領域なので、間違ったことも言いたくないなということで下げてきたんですけども、初心者の方に向けてですね、この Google アナリティクスをどう設定すればいいのかとか、どう使えばいいのか、とか分析の方法ですね、をですね、ネギオなりに分かりやすく解説していきたいと思います。2021年最新版というになっておりますので、ぜひですね、この Google アナリティクスにアレルギーがある方はですね、私の動画を見ていただいて、見るポイントさえ絞ればですね、そんなに難しくはないと思いますので、ぜひこの動画をきっかけにアナリティクス好きになってもらえれば嬉しいなというふうに思います。はい。では早速、いきたいと思います。ではですね、この私の動画を見ていただくとですね、まずこのアナリティクスアレルギー解消できると思います。もうただでさえ数字が苦手って方もですね、解消できるんじゃないかなというふうに思います。で、その上でですね、もうウェブマーケのですね、マーケティングに携わるんであれば、もうアナリティクスはもう避けては通れませんので、まずこのスタートラインに立っていただくことができるんじゃないかなというふうに思います。で、その上でですね、もちろん売上を上げる、数字を上げるためにウェブマーケティングというのを活用されていると思いますので、このウェブマーケで成果を高めることができるようになるかと思います。まあもう前提としてですね、このアナリティクスがわからないとウェブマーケティングできないというふうに思っていただいて構いませんので、もうどうせ避けては通れない道であればですね、早いことを覚えてしまってですね、使いこなしていただくのが、いいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、弊社の新人なんかでもですね、いろんな声を聞くんですが、とにかく複雑でよくわからないですね。あと数字がもう苦手なのでもう無理とか、指標や専門用語が多すぎると。もう左側のですね、サイドバーを見てるだけでもですね、もうカタカナだらけでよくわからないとか。あといろんなバージョン、どんどん進化してですね、新しくなっていくので、バージョンアップしてわからないとか。あとは正しく測定できているか、これはウェブマーケターの方多いと思うんですが、ちゃんと取れてるのかなとか、ああいうことが不安なんて方もいるんじゃないかなというふうに思います。こういったところをですね、今日は私がもうズバリ解消できればなというふうに、思っております。で、今日はですね、こんな内容でお届けしたいと思います。まず一つ目、アナリティクスってそもそも何のツールなのということですね。はい。で、次にですね、なぜこのアナリティクスが重要かというところですね。はい。で、アナリティクスの設定方法、これ具体的に、お伝えしていきたいと思います。で、最後、アナリティクスの見るべきポイントはということで4つの章立てに分けてお話をしたいと思います。では早速ですね、アナリティクスってそもそも何のツールというところから、スタートしていきたいと思います。はい、こちらなんですが、端的にですね、Google が基本利用無料で提供しているアクセスツールなんですね。すごいですよね。これ、とてもですね、高度なツールなんですが、なんと無料で使えます。なのでですね、ぜひ使ってくださいということなんですが、はい。これ実はですね、もともと有料のツールだったというふうに聞いてます。2005年だったと思うんですが、あるですね、アメリカの企業がですね、このアナリティクスの元になる、解析ツールっていうのを持ってまして、これを Google が買収したんですね。これ、噂ですが、月々40万円ぐらいするですね、有料ツールだったそうです。で、これをですね、Google が買収して、アクセスツールって世の中にいっぱいあったんですが、Google がなんと無料で、公開してしまったというような恐ろしい、業界をですね、ぶっ壊すような恐ろしいツールでした。で、2005年にですね、Google が、このツールを作ったというふうに、言われております。で、次にですね、無料ということでですね、世界シェアナンバーワン解析ツール。これ多分って書いてあるんですが、間違いないかなと思います。これだけ世界で使われている解析ツールっていうのはないのかなというふうに思います。もちろんですね、他の企業が出している有料ツールっていうのもあるんですけれども、この無料でですね、使える、解析ツールとしては、世界一だと思います。だからこそですね、もうウェブマーケティングの世界では、このアナリティクスを使うというのがもう常識になっているというか、これをベースに、マーケティングを考える、っていうのが当たり前に、なってきているのかなというふうに思います。で、無料ではあるんですけども、実は有料版も存在します。アナリティクス360なんていう言い方をすると思うんですが、非常に大手企業ですね、大企業、ナショナルクライアントなんかだとですね、かなり高度な分析が求められたりですね、データ量も多かったりするので、この有料版っていうのを、
検討する必要もあると思うんですが、一般的にはですね、もうこの無料版でもう十分こと足りますので、皆さんはもう無料版を使っていただく形で問題ないかなというふうに思います。で、いろんなやり方がします。正式には Google アナリティクスというものなんですが、略してアナリティクスだったりとか、あとは Google アナリティクスの頭文字を取ってきて GA なんていうふうに読んだりする方もいるんじゃないかなというふうに思います。Google アナリティクスで Google アナなんて呼んでる人はいないと思うんですが、ちょっと、書いてみました。はい。アナリティクス GA なんていうふうに、呼ぶかなというふうに思います。ではですね、これ、なぜアナリティクスが重要かというところが分かっていないとですね、勉強する気にもなんないと思うんですが、こちらをちょっと見ていきたいと思うんですが、例えばですね、皆さんが、店舗を運営している、レストランでもいいです、バーでもいいです、ある店舗を、運営しているオーナーだとします。で、このですね、レストランを経営する上でですね、こんなこと気になると思うんですね。誰が、来ているのかというですね、はい。どのぐらい人が来ているのかっていうのはもちろん気になりますよね。今コロナ禍で大変だと思うんですが、人がどのぐらい来ているのか、どんな人が来ているのか、あとはですね、そもそもどこから来ているのかですね、チラシを見てきたのかとか、口コミを見てきたのかとか、電信柱の看板を見てきたのかとか、いろいろ理由があると思うんですが、どこから来ているのか。で、来たお客さんがですね、何を注文してくれたのか。ですね。ちゃんと自分たちが作った商品が売れてるのかとか、人気があるもの、ないもの、何なのかっていうのは知りたいですよね。で、あとはもういつ帰ったのかとか、どのぐらいお金を使ってくれたのかとか、このあたりも非常に気になると思います。むしろこのあたりがわからない限りはですね、もう手探りで経営していくしかなくなってしまうと思うんですね。なので、こういったですね、データ、数値が全部わかるんですね。で、このお店をですね、ウェブサイトだというのを持ってください。で、そうすると、このウェブサイトというお店の状況がもう丸分かりになる。逆に言うと、このアナリティクスを見てないと全くわからない状況になってしまうということなので、このアナリティクスっていうのは非常に重要になります。例えばですね、こちら、ニュービジターとリターニングビジターって書いてあるんですが、お店に来ている人がですね、新規ユーザーが多いのか、リピーターの方が多いのか、ここも、分かること、見ることができます。リピーターしかいなかったら新規ユーザー連れてこないといけないと思いますし、リピーターになっている人が少ないであれば、ここを増やすってことも、考えないといけないかなというふうに思います。あとはですね、どこの町から来ているのか、ユーザーかということですね。こんなことも分かるようになってます。どこの町から来ているのか、どこの国から来ているのか、どこの町から来ているのか、そのことも分かるようになっております。もちろん、1都3県だけでこう展開しているようなホームページであれば、海外から来られてもあまり意味がなかったりとか、自分が抑えたいエリアのユーザーがちゃんと来てるかっていうのをチェックするんですね。はい。あとですね、こちら、何経由、どこ経由で来ているのか、この経由のことをですね、チャンネルなんていうんですね。テレビ番組のチャンネルもここから来てますが、省流とか経路のことをチャンネルなんていうふうに呼びます。これ、オーガニックサーチとか、ダイレクトとかいろいろ書いてあるんですが、何経由でホームページに来てくれているのか、ここをチェックすることができます。あとはですね、自分たちのページの中、いろんなページコンテンツがあると思います。どのページが一番見られているのか、どのコンテンツがよく見られているのか、ということも確認できます。で、最終的にはですね、一番気になるのがここですよね。売上が増えたのかどうか、目標が達成できたのかどうか、こういった数値を見る必要があると。いうことなんですよね。なのでですね、このアナリティクス、これをですね、見てない、理解できてないっていう状況ってどんな形になるかなというと、ちょっと車が事故ってるようなイラストを持ってきたんですが、アクセス解析をしないというのは、ライトをつけずにですね、車を運転するようなものだなというふうに思うんですね。何も見ないでですね、会社だったりホームページを運営していても、うまくいかないですよね。売り上げも上がらないと思いますし、せっかく来たユーザーがダダ漏れ、になって、もうザルのように、抜け落ちてしまったりとか、ああいうこともあると思いますので、まずこのしっかりアクセス解析をして、今どういう状況なのか、どこに課題があるのか、何をしていかなきゃいけないのかっていうのを見定める。これがですね、アナリティクスを分析する、重要なポイントになるかなというふうに思います。ではですね、次。アナリティクスの設定方法はということでですね、これ設定がですね、なかなか、慣れるまでですね、難しいなというふうに思うんですね。で、慣れてしまえば簡単ですし、そもそもどういう構造になっているのかっていう、大枠がわからないとなかなか理解しにくいと思いますので、そんなところからお伝えしていければと思います。まずですね、このアナリティクス、一番ですね、複雑にしている理由としてはですね、今、2種類あるんですね。ユニバーサルアナリティクス、UA なんていうふうに言い方をしますが、これがですね、今まで、従来、皆さんが使ってきた、一般的には使われてきたこのアナリティクスになります。
Google アナリティクスの中のユニバーサルアナリティクスというものも呼ばれるものが、いわゆる一般的に使われてきたものになります。で、これがですね、何が複雑になったかというとですね、近年新しいバージョンが出たんですね。Google Analytics 4というのが出ました。まあ、略して GA4 なんて呼ぶんですが、これがですね、今現在、両方使えるような形になってるんですね。なので、両方使えるような形になっているので、気づいたらですね、GA4 のアカウントを作ってて、ユニバーサルアナリティクスの説明を見てるとか、ああいうこともあったりするので、2つあるっていうのをまず前提で理解してください。で、今、両方使えるようになってます。で、従来ですね、このユニバーサルアナリティクスを使ってきた人はですね、もう、ユニバーサルアナリティクスの方が見やすいと思うので、こちらをマスターすればいいんじゃないかなというふうに思います。で、ただ、今後この GA4 っていうのがですね、一般的にはなってくるので、こちらも徐々についていく必要があるかなというふうに思います。で、今日ですね、動画を見ていただいている方、初心者向けというのを歌っておりますので、まずはですね、このユニバーサルアナリティクスの方、こちらに慣れていただければ、いいんじゃないかなというふうに思います。この GA4 の解説はですね、別途違う動画で作りたいと思いますので、今日はこのユニバーサルアナリティクスに絞って、お話の方を進めていきたいと思います。あと一応ですね、なんでこんな複雑なですね、ユニバーサルアナリティクスってあるのに、この GA4 を作ったかっていうところをちょっと、お伝えしておければと思います。はい。ちょっといろいろ書かせていただいたんですが、端的に言うとですね、皆さんのですね、ユーザーの行動がどんどん変化していると思うんですよね。例えばですね、どうでしょうか。パソコンで見ることもあれば、スマホで見たり、することもありますよね。あとは、スマホで見ているユーザーとパソコンで見ているユーザー、あとアプリで見ているユーザー、こんな形でですね、またがって、行動するようなユーザーがどんどん、増えてきてるんじゃないかなというふうに思います。で、それに伴ってですね、今までのアナリティクスでは、測定しきれなかった部分っていうのを補っていこうっていうのが、こちらの GA4 の狙い、になってるんですね。さまざまな端末を使い分けているユーザーの把握だったり、あと Web とアプリですね、またがっているユーザーの分析だったりとか、いうことですね。あとは AI による分析やインサイトの強化みたいなところですね。ユーザーの進化に合わせて、このアナリティクス自体も変化、進化していっているというのが、GA4 が生まれた背景かなというふうに思います。GA4 に関してはまた別途違う動画を作りたいと思います。ではですね、この設定方法というところなんですが、まずですね、一番最初ですね、この Google アカウント。多分皆さんも何かしらアカウントを持っていると思うんですが、まずこの Google アカウントがないと話にならないので、まず Google アカウントを用意してください。個人で作られる場合は個人でいいですし、会社でやられる場合は会社のアカウントでいいと思います。この Google アカウントを用意してください。でですね、このアカウントを用意していただきたいんですが、この Google Analytics とですね、前回動画で解説しました Google サーチコンソールですね。Google サーチコンソールに関してはもう2021年の最新版の動画を撮っておりますので、そちらぜひ見てください。できたらですね、Google Analytics サーチコンソール、あとはですね、すみません、Google AdWords ですね、広告やってる方は Google AdWords。この3つはですね、共通のアカウントで、作っていただくと便利かなというふうに思います。で、後から話すんですが、この Analytics サーチコンソール、AdWords、この3つはですね、全部連携できるんですね。で、連携するにあたってですね、1つのアカウントの方が、設定が楽なので、できたらですね、Analytics と Search Console、同じ Google アカウントを使っていただくと、いいんじゃないかなというふうに思います。はい。でですね、この Google Analytics の設定なんですが、アカウントを発行してですね、作ればいいだけではあるんですけども、ちょっとですね、構造が、慣れない方にはちょっと複雑になってまして、こんな形になってるんですね。はい。まずですね、Google アカウントを取っていただいたと思うんですが、持っているものを使っていただければいいんですが、まずですね、この Analytics アカウントっていうのを作っていただくんですね。これがですね、Google アカウントとは別なんですね。Analytics のアカウントっていうのを作ってください。会社であればですね、もう組織単位、会社単位に作っていただくような形になると思います。桜咲マーケティング株式会社のアナリティクスアカウントですね、一つ作ってください。で、アカウントの中にですね、プロパティっていうのがあるんですね。プロパティ。これはですね、できたらサイト単位で、作っていくイメージですね。桜咲マーケティングの桜咲ラボっていうサイトがあります。これが一つのプロパティになります。で、桜咲マーケティングっていう、コーポレートサイト。これは、別のプロパティ。それぞれ、サイトごとに分析しますので、プロパティで分ける、ようなイメージですね。なので、アナリティクスアカウントの中にプロパティがあるようなイメージですね。で、さらにですね、この中にビューというものがそうなんですね。ビュー、これ何で分けるかというと、例えば、測定する目
目的だったりとか、さらにサイトの中を細かくカテゴリーに分けてみる。こんな時に、ビューっていうものを使います。はい。なので、このプロパティの中に一つのビューしかないっていう状態でも構わないんですけども、アカウントがあって、プロパティがあって、ビューがある。こういう構造になっているっていうのを理解していただくと、イメージつきやすいかなというふうに思います。はい。で、これからですね、実際の管理画面を使ってですね、このプロパティの作り方、ビューの作り方っていうのは解説していくんですが、大きくですね、こんなステップで、設定方法をしていくというふうに思ってください。まず1つ目ですね。まずは、アカウントを作成してください。Google、アナリティクスアカウントっていうのを作成してください。はい。で、アカウントが、できている、作った人はですね、次、プロパティっていうのを作ります。はい。で、プロパティが作られます。で、そしたら最後、ビューですね。これを作る。この3つを作って、ください。で、そうするとですね、初めて、タグの発行っていうのができるんですね。アナリティクスっていうのはですね、ウェブサイトのですね、ページの分析をしますので、各、測定したい全ページにこのタグっていうのを入れる必要があるんですね。これはもう共通のタグでいいんですが、ステップ1からステップ3までやるとタグが発行できます。このタグを全ページに埋め込んでください。こうするとですね、Google が全部監視できるような状況になりますので、アクセスの解析ができるようになるということですね。で、これで終わりかと思ったらですね、これだとですね、まだ解析ができるだけなんですよね。で、ここから、追加の設定が必要になります。例えば、目標設定ですね。売上が上がったかどうかですね。あとは先ほどお話した、Google サーチコンソールの連携だったりとか、あとは AdWords 広告との連携だったりとか、ってこともできます。はい。で、少しちょっと高度になるんですが、フィルターの設定なんかすることができます。例えばですね、自分たちのホームページに一番アクセスするのってですね、自分たちの会社の人間だと思うんですよね。いろいろチェックしたり見たり。で、そういったデータが入ってしまうと、正確な解析ができない、なんていうふうに、思う方もいると思うんですが、こういったものをですね、除外する設定なんかができるんですね。はい。なので、大枠ですね、このアナリティクスの設定っていうのは、アカウントを作る、プロパティを作る、ビューを作る。で、その結果、タグが発行できるようになります。で、このタグを全ページに埋め込む。で、その後、目標設定、Google サーチコンソールの連携、AdWords の連携、フィルター設定。こんなことができればですね、基本的な使い方ができるんじゃないかなというふうに思います。今ですね、なんとなく頭の中でこのイメージがついたと思います。じゃあ、ここからですね、実際の、管理画面の方を見て、解説していきたいと思います。概要欄にですね、ブログの記事の方も記載しておりますので、ぜひブログの記事も見ながら設定してみてください。はい。ではですね、早速アカウントの方を作っていきたいと思うんですが、まずですね、この Google マーケティングプラットフォームところに入ってください。で、もう、これは営業社長のアカウントでログインができている状態になります。でですね、このマーケティングプラットフォームというところですね、アナリティクスデータポータル、オプティマイズ、タグマネージャー、いろいろあるんですけども、これ別途違う動画で解説していきたいと思います。今日はこのアナリティクスのところですね、これをクリック、まずしてください。はい。これちょっともうすでにですね、アナリティクスができている状況なんですが、新しく、アカウントを作った方はですね、こちらの管理、っていうのを押してください。はい。管理っていうのを押していただくとですね、先ほど僕が説明したアカウント、プロパティ、ビューっていうのが、あると思うんですね。はい。で、じゃあアカウント作りたかったら、このアカウント作成って書いてありますね。こう作っていきたいと思います。じゃあ、ここにですね、名前を入れてください。アカウント、会社名がいいですかね。ネギオ株式会社っていう名前にしましょうか。ネギオ株式会社で書きます。はい。で、このアカウントを現在の組織にリンクするというわけですね。はい。アカウントのデータ共有設定。この辺はあまり気にしなくていいかなと思います。次へ押してください。で、そうするともう、プロパティの設定になります。でですね、ここで注意していただきたいんですが、現在ですね、デフォルトがですね、この Google Analytics 4のプロパティを作成する形になってるんですね。で、もちろんGoogle Analytics 4を作る方はですね、ここにプロパティ名を入れていただければいいんですが、今日はですね、ユニバーサルアナリティクスの方のアカウントを作りたいので、この詳細オプションを押してください。で、ユニバーサルアナリティクスのプロパティ作成、これをチェックしてください。で、そうするとですね、ここに URL を入れる欄が出てきます。で、この Google Analytics 4と Universal Analytics とプロセス両方作成することと、片方だけ作成することができます。
で、今後ですね、まずユニバーサルアナリティクスから慣れていただいて、徐々にですね、GA4 の方にも慣れていただきたいと思うんですね。なので、できたらですね、この両方を設定するといいかなというふうに思います。はい。で今日はユニバーサルアナリティクスの説明なので、こちらをチェックしたいと思います。で、ここにですね、ウェブサイトの URL、さくらさくラボのを入れたいと思います。で、押してください。はい、そうするとですね、間違えました。フロートパティ名を入れてなかったです。さくらボ。これでいいですかね。はい。で、次をします。で、そうするとですね、ビジネス情報っていうのが出てきますので、ここを選んでください。我々は何でしょうかね。インターネット通信事業。で、従業員規模、中規模ですね。はい。これアンケートみたいなものですね。これ適当に選んで、で、作成。で、アナリティクスの規約が出てきます。ここは、しっかり読んで、これ、日本語にしていただいて、僕は英語でも読めるので英語をパーッと読んでですね、同意するということですね。はい。同意しないと使えないので、ここは我慢して同意してください。はい。で、そうするとですね、早速出てきました、タグを貼ってくださいということですね。でですね、このタグ、こう出てきました。これをですね、皆さんのウェブサイトの全ページに、貼ってください。で、ですね、貼り方が大きく2つありまして、もう直接ですね、ウェブサイトの中に貼ってもらうっていうのが一番、わかりやすいやり方かなというふうに思います。あとはですね、Google タグマネージャーというのがあります。これ、よくわからないという方多いんですが、この別の動画で解説したいと思います。タグマネージャーっていうのは何かというとですね、このタグをマネージメントしてくれるんですね。簡単に言うとですね、タグマネージャーという箱をですね、一つウェブサイトの中に設置してもらう。で、この中をですね、は別のところから出し入れができるような設定ができるんですね。なので、タグマネージャーっていうタグを1個貼っておくとですね、こちら側で中身を変えると勝手にこっちの中身も変わるんです。なので、タグマネージャーを使ってこのトラッキングコードっていうのを貼っていただくのも、いいかなというふうに思います。はい。大きく2つやり方がありますので、こちらで、貼ってみてください。で、もうこれ貼ればですね、設定の方は完了になります。じゃあちょっと戻ってみたいと思うんですが、はい。で、プロパティが作成してですね、トラッキングコードっていうのを取得することができました。でも、これでですね、測定のはできるんですが、先ほど説明したビューのところですね、ビューも作ってみたいと思います。ビューを作成ということでですね、押しておくと、名前を付けましょうか。じゃあ、これは、ネギをブログカテゴリーという名前にしましょうかね。はい。で、ビュー作成します。で、完了しました。で、今、ネギをブログカテゴリーって作ったんですが、例えば、このブログの領域だけを見るビューを作りたい。ビューって見るってことだと思うんで、ブログの設定をですね。で、こんな形でですね、保存をしてもらうと、ブログだけを見るカテゴリーっていうのを作ることができたという形になります。はい。では、ちょっと戻ってみてですね、よいしょ。これで実際アカウント、プロパティ、ビューができた状態になります。じゃあちょっと見てみましょうか。こちら、ネギオ株式会社ありますね。ネギオ株式会社の中に桜ラボがあって、デフォルトはこの全てのウェブサイトのデータっていうのがあるんですが、ネギオブログカテゴリーっていうのがあります。じゃあこれ開いてみましょう。でですね、これ今、タグを設定してないので、見ることができないんですが、正しくですね、タグが設定していると、アクティブユーザーのリアルタイムということで、実際、皆さんが自分のホームページ見ていれば、ここに1って必ず出ると思うんですね。で、これがちゃんと測定できていたら、タグが見えていると、貼れているという状況になりますので、設定 OK になります。はい。まずはこのですね、アカウント、プロパティ、ビューっていうのを作成していただいて、データが測定できている状態っていうのに持っていってください。はい。ではですね、ビュー、タグを設定して、ビューの設定までできるようになったら、ここからオプションというか追加の設定の方を説明していきたいと思います。目標設定、アドワーズとの連携、サーチコンソールとの連携、あとは、フィルターの設定ですね。この4つやってみたいと思います。これも非常に簡単です。何か設定したかったらですね、とりあえずこの管理を押してください。で、管理の中のですね、ビューの中にいろいろ項目があるんですが、目標っていうのがありますね。旗のマークで分かりやすいですね。これが目標設定になります。でですね、この新しい目標っていうのを押してください。はい。でも、いろいろですね、収益とか集客とか問い合わせとかいろいろテンプレートあるんですが、今日は分かりやすいようにこのカスタムっていうオリジナルで作っていきたいと思います。で、続行ですね。で、ここにですね、そうですね、ネギを、僕 T シャツ売ってるとしましょうか。T シャツが売れたよ。シャツの
申し込みにしましょうか。ネギオ T シャツの申し込みがあったとします。で、そうするとですね、例えば、よくウェブサイトでですね、何か申し込みをしてですね、その後、ありがとうございましたってページが出ると思うんですね。ああいうのをサンキューページなんていうふうに、呼ぶんですけども、これをですね、到達したページというのを設定するんですね。はい。で、こちらに、URL を記載してください。どうしましょうね。例えば、実際の、皆さんが設定しているサンキューページを設定していただきたいんですが、サンキュー .html、こういったですね、URL に、等しいという場合ですね。で、保存ですね。はい。これだけで目標が設定されます。これどういうことかっていうとですね、全ページにもうタグが貼ってあるわけですね。なので、各ページにどのぐらい人が来たかっていうのも、アナリティクスで測定できるようになっております。で、全ページの中で、このネギオ T シャツの申し込みが完了したページ、これを設定しておくんですね。で、ここに1がつくってことは、売上が立ったってことだよねっていう形でですね、目標を管理することができます。なので、いろんな目標あると思うんですが、それに対して、設定をすることができます。あとはですね、今見ていただいた通り、到達ページだけじゃなくて、滞在時間とかページビュー、あとはイベントですね、動画が再生されたとか、細かい設定もできるようになってますので、自分のホームページならではのですね、目標をここで、設定していただければと思います。はい。はい。ではですね、ここにフィルターというのがあるので、先にフィルターのお話をしたいと思うんですが、こちらですね。はい。まずですね、例えば自分の家からアクセスしているアクセスっていうのを除外したい、なんていうところにこれを使うんですが、フィルターを追加っていうのをしてください。で、例えばですね、ネギオの自宅ですね。で、これカスタムします。で、フィールドを選択するんですが、ここはですね、IP というのをちょっと入れてみてください。と、IP アドレスというのが出てきます。でそうすると、フィルターパターンということで、ここに IP を入れていただきたいんですね。で、自分の IP はってでググるとですね、簡単に IP 出てきます。これをコピっていただいて、はい。で、ここにですね、この IP から、アクセスした場合は除外しましょうっていうのが、出るんですね。はい。一致させます。除外ですね。はい。でですね、これ保存してください。そうすると、自分の家からアクセスした場合に関しては、アクセスが、測定されなくなります。で、設定されているかどうかはですね、またホーム戻っていただいて、このアクティブユーザーのリアルタイムですね。自分がホームページ見てるのに、ここに、1って立ってなければ、測定できている形になると思いますので、こちらでチェックしてみてください。はい。ではですね、目標設定、フィルター設定のが終わりました。じゃあ、ここからはですね、アナリティクスとサーチコンソール、アナリティクスとアドワーズを連携する、方法に関して、解説していきたいと思います。まずですね、前提として、サーチコンソール、アナリティクス、アドワーズ、この3つのですね、アカウントを持っていないと連携はできませんので、この3つのアカウントを持っているというのが前提になります。なのでですね、この3つは共通の Google アカウントを使っていただくと便利なんじゃないかなというのを最初に解説させていただきました。ではですね、まず、サーチコンソールと連携していきたいと思うんですが、なぜですね、このアナリティクスとサーチコンソールを連携させた方がいいかっていうのを最初に、お伝えしたいと思います。実はですね、後で解説していくんですが、集客のところですね。はい、こちらですね。はい、このオーガニックサーチというのがですね、いわゆる検索エンジン経由の集客になるので、重要な部分になってくると思うんですが、ここを見てください。アクセス数、これ今3万4000、件ってあると思うんですが、Not Provided っていうのがですね、3万4811件ということで、どのキーワードで集客できたかっていうのがですね、見れないんですね。はい。これ昔は、一応いつからかちょっと忘れてしまったんですが、以前はですね、どのキーワードで集客できたかっていうのをしっかり測定することができたんですが、今、セキュリティだったり、個人情報だったり、いろんな観点でですね、これが見れないようになってるんですね。はい。で、どのキーワードで集客したか、これはもちろんサーチコンソールでは見ることができるんですけども、アナリティクスで見ることができないんですね。で、サーチコンソールで見ればいいじゃんって話ではあるんですが、できたらですね、いろんなデータとくっつけてみたいと思うんですよね。で、そのためにですね、サーチコンソールとアナリティクスをくっつけると、このあたりが、見れるようになるということなんですね。はい。では、設定の方法なんですが、こちらのですね、サーチコンソールっていうところをクリックしてください。で、検索経理をクリックするとですね、今、連携できてない状況なので、
このレポートを使用するには、サーチコンソールの統合を有効する必要がありますというのが出てきます。はい。ではですね、このサーチコンソールのデータ共有設定というのを押してください。で、そうするとまたいろいろ難しいことが書いてあるんですが、ここですね、サーチコンソールというのがありました。サーチコンソールを調整というボタンがあるので、ここを押してください。で、いろいろ説明が書いてあるんですが、ここにですね、追加というボタンがあります。追加を押してください。そうするとですね、サーチコンソールの画面に飛びます。で、ここでですね、いろんなサイトが出ているんですけども、桜咲くラボの URL ですね。これですね。はい。これを選んで、ごめんなさい。これはですね、一つのアカウントと一つのアカウントしかくっつけられないんですね。で、桜咲くラボはですね、別のアカウントでもう紐付けられているので、設定できなかったんですけども、設定してみてください。で、そうするとですね、サーチコンソール上に、このアナリティクスと連携してますよっていうのが出ます。なので、1対1の関係でアナリティクスと桜咲くラボを設定するということですね。はい。そうするとですね、こちらのアナリティクスの方でサーチコンソールのデータが、見れるようになります。では次ですね、今度、アドワーズと連携したいと思うんですが、アナリティクスとアドワーズを連携する意味としてはですね、アドワーズというのはもちろん広告なので、お金を使っているわけですね。なので、お金をかけた集客がどうなっているのか、これもアナリティクスで見たいと思うんですね。なので、アナリティクス上に載ってない、どのぐらいお金がかかったかっていうデータをここに、紐付けることができるようになります。はい。こちらですね、Google 広告のところのどれか押していただいてですね、見ると、これですね、Google 広告のアカウントとアナリティクスのアカウントをリンクするっていう画面が出てきます。で、このアカウントをリンクするっていうのを押してみてください。で、我々はですね、アドワーズ今やってないので、出てこないんですけども、こちらをですね、設定していくと、アドワーズと連携するように、できます。ですね。はい、今、実際の管理画面の方を見ながら説明していきました。ステップ1、アカウントの作成。ステップ2、プロパティの作成。ステップ3、ビューの作成ですね。で、タグが発行できたら全ページに埋め込んでください。で、埋め込みが完了したらですね、アクセス解析ができている状態になります。で、ここからですね、目標の設定をする。あとは Google サーチコンソールとの連携、アドワーズとの連携で、フィルターを設定すると。ここまでやっていただくとですね、設定に関してはバッチリかなと思いますので、まずここまで進めてみてください。ではですね、最後、アナリティクスの見るべきポイントはというところでお話をしていきたいと思います。はい。まずですね、この見るべきポイントを解説する前にですね、この覚えるべき指標ということでですね、いくつかですね、慣れていただきたい指標というのがあります。はい。で、アナリティクスの中にはですね、いろんな言葉と指標があります。で、全部覚える必要はないんですけども、最低限ですね、覚えていただきたい指標だけ解説させていただきたいなというふうに思います。はい。まずはですね、ユーザー数。これはもうそのまんまですよね。サイトに訪れたユーザーがどのぐらいいるのかということですね。この月何人、ユーザーが来たか、人が来たかということですね。ユーザー。はい。で、次、ユーザー数とこれ混同してしまいがちなんですが、セッションというカウントの仕方をします。で、これはですね、どうカウントするかというとですね、1人のユーザーがですね、例えば、毎日来ました。これはですね、ユーザー数で言うと1ですよね。で、毎日来ました。1週間来ました。これセッション数で言うと7になるんですね。7回来たってことですね。で、このセッションというのはですね、1回、ユーザーが来ました。で、例えば、翌日、30分以上行動がない場合ですね、30分以上経過したらもう1カウントされるんですね。もしくは翌日になったら、カウントされるという形になります。はい。ユーザー数とセッション数、ちょっと違うんですが、ここ、混同しないようにしてください。はい。で、ページビュー。これもですね、紛らわしいんですが、1人のユーザーが2ページ見たら、こうページビュー2なんですね。ユーザー数としては1ですよね。なので、ページビューはもう文字通りページが見られた、回数、ページビューになります。だから1人のユーザーがですね、100ページ見たら100ページビュー使うわけですね。はい。あとは直帰率。あとはですね、離脱率っていうのがあります。で、直帰率っていうのはですね、もう直帰しますというの直帰ですね。はい。そのページに来たユーザーがすぐ帰ったかどうか。これが直帰率になります。で、離脱率は何かというとですね、サイトに来たユーザーが最後、このページを見て最後逃げました。出て行っちゃいました。これが、離脱したページになります。なので、その率が離脱率ということですね。なんで、どのページでユーザーが逃げているか、出てってしまっているか、なんかを見るのに、この直帰率、離脱率っていう指標を見ていただくと良いんじゃないかなというふうに思います。
で、次に、チャンネルですね。これもよく見るので、重要な部分覚えていってください。オーガニック。これはもう検索エンジン経由ですね。からの集客。あとはダイレクト。これはもう直接 URL を手打ちで叩いて来たユーザー。あんまり多くはないと思うんですが、ダイレクトですね。はい。で、次、リファラルってことでですね、これはどっかのページを参照してきた場合ですね、どっかに紹介されてたとか、どっかに URL が掲載されて、それをクリックしてきた場合、これリファラルになります。あとはソーシャル、Twitter だったり Facebook 経由なんかで、来たユーザーに関してはソーシャルですね。で、3つ目、E メール、E メール経由できた。ということで、このチャンネルなんかもこういった仕様で作ります。なので、まず数値的な覚える指標とチャンネル、このあたりはですね、必要最低限の知識になりますので、頑張って、覚えてください。ではですね、どこを見るべきかというところなんですが、誰が、どこから、どこに、どれだけ来たか、このあたりをですね、アナリティクスでしっかり、チェックしていただくといいかなと思います。で、目標が達成されたのかどうかですね、このポイントを見ていってください。では、これもですね、実際のアナリティクスの管理画面を見ながら、説明していきたいと思います。はい、アナリティクスの方に、戻ってまいりました。まずはですね、誰がというところなんですが、こちら、誰がというところで、ユーザーのところをクリックしてみてください。で、ユーザーを押すとですね、まず概要ですね、概要から見ていきましょう。はい。こちらにユーザー、先ほど解説したセッション数、ページビュー数というのが出ていると思います。で、いろんな仕様で見ることができます。どの国から来ているのか、ですね、日本が一番多いですね。市区町村で見ることもできます。はい、横浜が一番多いです。で、システム、ブラウザー、どのブラウザーで来ているのかですね。Chrome が多いとか、Safari が多いとか、Firefox が多いとか、これは制作の時にですね、どのブラウザーまで対応する必要があるかなんていうのを見るときに、こんなものをつけるといいかなと思います。あとは、OS ですね。Windows か Mac ユーザーが多いのか、なんかも見ることができます。はい。なので、あとはビジターと、ニュービジター、リターニングビジターということで、新規、訪問者が多いのか、リピーターが多いのか、なんかも見ることができます。なので、ユーザーを把握するというところですね、このあたりを見ていただくといいと思います。で、いろんな項目で見れます。ユーザー属性、概要、年齢、性別、年齢なんかを見ることができますね。はい。はい、どのぐらいのユーザーが多いのか。桜ラボの場合は25歳から34歳の方が一番多いですね。はい。あと、性別ですね。男性、女性、どちらが、起きているのか。はい。桜ラボの方は男性の方が、若干多い、結果になってますね。はい。こういった形でですね、自分のサイトにどんなユーザーが来ているのかっていうのをまず、把握していただくってことが、良いかなというふうに思います。もちろんこれ時系列で見えますので、どう変化してたかっていうのもチェックしてみてください。では次、どこから来ているのか、これも気になりますよね。はい。こちら、集客のですね、概要のところをチェックしてみてください。はい。ここで先ほど説明したですね、上位のチャンネルということでですね、オーガニック、ダイレクト、リファラル、ソーシャル、E メールと何経由で来ているのかっていうのをチェックすることができます。はい。で、さらにですね、この、例えばリファラルだったらリファラルを押していただくと、さらに細かくですね、はい、細かくどの URL から、参照してきているかということもチェックすることができます。なので、この集客ですね、概要から、どのチャンネルから、またどんなサイトから来ているのかっていうのをチェックしてください。はい、ユーザー、集客ときました。じゃあ次にですね、どこに来ているのか、これ気になると思うんですね。はい。これ、行動のところを見てください。概要欄を見ていただくとですね、はい、出てますね。ページ単位で一番ページビューが多いものから並んでます。どこに一番来ているのかとですね。で、さらに細かく見ていきたいと思います。サイトのコンテンツということで、すべてのページを押してください。はい。で、これ、各ページがですね、ページビュー、ページ別訪問数、平均ページ滞在時間、閲覧数、直帰率、離脱率、これ先ほど解説しましたね。どうなっているかということで、どこにユーザーが来ているのかというのを見ることができます。はい。で、最後ですね、売上が達成できたかということで、コンバージョンですね。目標。これは設定していただかないと出ないんですが、先ほど解説した設定のところでですね、見てきたと思うんですが、自分が設定した目標に対して、数値が上がっているかっていうのを見ることができます。ここに目標の完了数出ていますね。で、どこの目標が達成されたかっていうのをここで管理することができます。はい。今日はですね、アナリティクスの徹底解説ということでですね、設定の仕方からですね、どこを見るべきかというところを説明させていただきました。で、このサイドバーを見ていただくとですね、非常に複雑に見えるんですが、
まず、どんなユーザーが来ているのか、どこから集客できているのか、でどこに来ているのか、で売上がどうなったのか、この視点でですね、まずは大枠のデータを掴んでみてください。でそこからですね、一つ一つクリックしていって、中身を分析する。こんなことをですね、繰り返していくうちに、このウェブサイトを分析する、解析するってことに関してアレルギーが、なくなってくるんじゃないかなというふうに思います。はい。今日はですね、アナリティクス全般の解説っていうのをさせていただきました。まだまだお伝えしたい話あるんですが、今日は初心者向けということで簡単な内容のみにさせていただきました。また違う動画でもですね、アナリティクスだったりデータ解析に関して、解説していきたいと思いますので、お会いしましょう。バイバイ。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、このチャンネルではですね、ウェブマーケティングでしたり SEO、コンテンツマーケティングに関する役立つ情報を週1回ほどですね、定期的に更新しております。ぜひですね、最新のニュースだったり分かりにくい内容をですね、分かりやすく説明しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、概要欄の方にですね、Google に評価されるコンテンツの作り方、完全ガイドですね。これも有料級の資料ですね、無料で公開してますので、こちらぜひダウンロードをしてみてください。あとですね、私、ネギオがですね、Twitter の方も頑張っておりまして、Twitter のフォローの方もしていただければ嬉しく思います。はい。あと、宣伝ばかりなんですが、SEO のですね、無料対策ツール、桜作ラボというのを弊社では運営しております。SEO で、やらなければいけない調査だったり分析いっぱいあると思うんですけども、こちらのツールを使うとですね、無料で、非常に効率的に調査ができます。こちらもですね、概要欄に貼っておきますので、無料登録してみてください。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。